カズネチャンネル始まるよ。はい、こちらがね、我が家の玄関の横にある収納ですね。たっぷり詰まっております。アウトドア用品がメインで積んであるんですけど、あとはね、キッチン関係ですね。真ん中に写ってるこの箱、中身はそうめんスライダーだったかな。で、ホットプレート、かき氷機、あとこれわたあめ機なんかね、こんなもんばっかりありますね。あとね、この下にどっかにポップコーンの機械あったよね下に埋もれちゃって、で手前にあるこのカゴ、裏のものが取れないんじゃないかと思うんですけど、これ動きます。こんな感じですね。100円均一のワイヤーネットで作った箱で、下にねキャスターついてるんです。だからいつでも動かせるんですけど、今日の場所はこの辺りっていうんでしょうかね。ここに、はい、これダイソン、これを壁掛け収納する場所を作ります。今ね、ずっとねこういう状態で置いてたんですけど、非常に使いづらいです。なのでね、きちんとね縦型収納したいと思います。ありがとう助かります。はい、先ほどパパに切ってもらった材木をつなげる作業をこれからしたいと思います。はい、部品こちら、ディアウォールのジョイントになります。2つの木材をつないで使うときにこれでねつなぐんですよね。前の家でもこれ実は使ってて、今回と同じように掃除機を立てるために使っていたんです。なので全く同じことを今回します。使い方なんですが、この部品の真ん中がちょうど2本の材木のつなぎ目になるようにセットして、もう1個をかぶせます。そうするとね、こうやってつながるんですね。で、はい、穴あります。このね、穴全部で12個あるんで、全部これをネジ止めします。はい、こんな感じです。これ私の持ってる側が短いんですね。こちらを上にして突っ張りをします。はい、こちらね、先ほど作りました柱ですね。これを収納の場所に取り付けたいと思います。一応ね、ちゃんと入るかどうかをチェックしたいと思います。はい、こういう感じで入る予定ですね。で、上が少し空いてます。というのは、ディアウォールで突っ張る場合は柱はね 4.5 センチ短くした状態でつけるっていう風に決まっております。なのでね、わざとこのぐらい短いんです。
じゃあここにねこの突っ張るためのね部品を取り付けます。はい、以前もご紹介したことあるんですけどディアウォール前も使ったことがあるんでちょっと箱が今ありません。で以前ねキッチンの時に使ったのはここがねまっすぐのやつだったんですね。で今度はR 型って言ってこうちょっとなだらかになってちょっとかっこいいやつですね。こちらを使います。で中がね何にもないものと強力なバネがついてる方があります。でバネのついている部品が下、何もないのが上、こういう風につきます。なんか予想よりちょっとガタガタ。これがねちょっと柔らかいんだよね。上下に動く。上下には動かない。横？ここがちょっと動くのが気になる。斜めになってるから少し。ちょっと弱いかも。うんスペーサー入れる？はい。ちょっとねカタカタ寄っちゃうんですよ。これあんまりよく突っ張れてないみたいで、これ入れます。スペーサーです。木が短くなってしまった場合に2枚だけ使えるこうね厚みの調節ですね。これをちょっと入れてみます。一度外して。これ下だよね普通ね。下だね。下だよね上じゃないの。上じゃない。下にね。ここに1枚入れてはい。はいでちょっと突っ張ってみます。あ急に硬くなった。ほらうん。あれでまだ多少なるけどもう一枚か。あでもさっきより全然違うほらもう1枚か。もう一枚だね。でもこの1枚までが限界だよ。うん。限度ですよ。うん。おお、いい感じ。いい感じになったかな。おおよそまあこんなもんでしょう。うん。うちのは上に引き上げるタイプだから横に普通引き上げないんだよね。どうでしょう。じゃあね。ちょっとこうか。こんな感じ。こんな感じ。ね。いいでしょう。はい。それでは今度はねこのダイソンの後ろこれ掃除機本体を充電する時にこう引っ掛けてるこの部分を取り付けます。ちょっと裏を見せるとこういう風になってて配線がここに通るような穴があるんですよ。ちょっと面白い形してるんですけどねこれにちゃんと通ってるのを確認して我が家ではセロテープで留めてあります。ネジはこことここの2箇所留めます。でね付属のネジどれだか分かんなくなっちゃってね今適当に引っ張り出してきました。合ってると思うんだけど合ってなかったらごめんね多分ね大丈夫だと思うんだ。突き抜けたりはしないと思います。打つ前におおよその位置を決めましょう。本体はこれだけど多分この一番長いこれをこうつないでこうやって引っ掛けると思う。こうやってかかった時に下に当たった方がいいのかちょっと浮かすのか。ちょっと浮かした方がいいね。浮かした方が良さそうかね。どんなもんだろうね。いや一番使う可能性のあるあなたにやってもらいたくて。俺は高い方がいい。まあそんなもんだよね。こんなもんかね。うん。じゃあここで合わせちゃうね。おっとちょっと待ってトルクが足んなかった。これをいい？うん、いいよ。どう？うん。で使うときはここが空いてた方がいいのね。ここね。うん。ね、下は空いてた方がいいのね。こういうこ
ことね。そう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 。ね、こういうタイプです。うんいいねこれ実はね、電源コードこういう大きいアダプターなんですよ。ここを出っ張ってもらいたくないんだよね、これね。なのでこの配線をわざわざね、この距離伸ばしてあるんです。これは適当にこう丸めて置いとくしかないのかな。この後ろに入んないし、これはなるべくちょっとこっち側に置いといて後で考えましょはい。うね。で、はい、楽。で、ちょっとドアも閉めてもらっていいかな。配線も心配ありません。はい、掃除機収納を作って1週間ほど経ちました。今の、ね、状況ね。はい、ここにね掃除機ちゃんおります。やっぱりここにつけて正解でしたね。最近はね、ママも掃除機自分で使ってます。ここって以前も動画で撮った時に思ったんですけど、暗いんですよね。この上の方なんか全然電気が当たらないんですよ。1年ほど前から思ってたんですけど、なかなかねいい電気がなくてちょっと探してたんですけど、ついに電気つけました。はい、これはい、こんな感じですね。はい、照明つけてこんな感じでこうなります。下の方はね直接当たらないんですけど、下はこの廊下の電気があるので、まあなんとかなるかなっていうふうに思ってます。元は実はねこの辺につけたんですよ。この裏側につけて、ちょっとしたらね粘着テープが取れて落っこっちゃったんですよ。で、ここは賃貸の部分なのであんまりね粘着テープを残したりするのも良くないと思いまして、でこのね掃除機をつけた柱、ここならね私たちのね勝手につけたものなので何かなったとしても問題はないなと思ってこちらにしました。今オートなんでこうかざすとつくんですけど、これ、ね、自分でつけることもできます。長い時間作業するときは全部つけっぱなし、ちょっとだけのときはねオートにしておくと20秒ぐらいで電気消えます。この方がね消し忘れがなくていいかなというふうに思います。この電気ね結構良かったんでね、もう1個ぐらい購入して押し入れにもつけてみようかななんていうふうに今思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。